皆さんこんにちは、ゆるりけじょです。今回は私の独断と偏見満載でリケジョを3つに分類させていただきました。リケジョってどういう人たちが多いのかなとか、リケジョの女の子を口説きたいなとか、リケジョになりたいけどどんな人たちが多いんだろう、友達になれるかなとか、いろいろリケジョについて興味を持ってくださってるにもかかわらず、あまり生態を知れてない方々に対して何か参考になればいいなと思います。私はリケジョをオタク、ノーマル、高飛車、この3つに分類させていただきました。すべての方がこれに当てはまるとは思ってませんし、大きな分類の3つですので、気持ちを害した方がいらっしゃれば申し訳ありません。一つ一つ丁寧に説明していきたいと思います。まずオタク、これは昔のリケジョのイメージなのかなっていうふうに思います。恋愛だったりとかおしゃれに興味がなくて、アニメだったりとかゲームにばっかり興味がいってしまうような女の子っていうことですね。2つ目のノーマル、これはいわゆる普通の女子です。なんとなく理系に来たタイプですね。別に文系に行ったとしても馴染めそう。特にこだわりとかそういうものはない女の子かなって思います。3つ目が高飛車、自分の意見をしっかり持ってるタイプです。プライドが高くて、いわゆる意識高い系ですね。自分が特別でありたいっていうふうに思ってる人が多いかなと思います。ではこの3つの分類のリケジョ、それぞれ特徴を表にまとめましたので、こちらをご覧になりながら、詳しく解説していけたらなと思います。それぞれの要素に対して丸×三角つけさせていただきました。あくまで私が思う、こんな感じかなっていう丸×三角ですので、そこはご了承願います。じゃあ上からいきますね。まずは推し。最近推し活って流行ってますよね。そういった、ジャニーズだったりとかアイドルの推し活も含めて述べたいと思うんですけども、まずオタクの方々っていうのはもちろんこれ推しありますね。遠征したりとかそこまでないにしても、何かコレクションしたりだとか、すごいゲームにハマってるだとか、そういうこれが好きっていうのが何か熱中してるものが必ずあると思いますね。でノーマルの方は、いわゆる普通の今の女の子たちがハマってる程度、アイドルが好きとかそういうのがあるかなみたいな、あくまで普通の女の子レベルっていう感じですね。で高飛車、このリケジョはあんまり推しっていうのはないと思いますね。基本的にもう自分を生きるみたいな感じなので、何かそういう2.5 次元とか3次元的なものに依存することはあんまりないタイプだと思います。でその次、こだわり、これも推しにちょっと近いのかなって思うんですけど、何か自分なりのこだわりだったりとか特技、趣味、そういったものがあるかないか、多いか少ないかっていうポイントで、オタクはそれなりにありますよね。ノーマルのことはもちろんそれなりにあったりなかったり普通ぐらいで、これ高飛車は結構こだわりが強いんですよね。例えばなんだろうな、ネイルは絶対してないと許さないとか、その自分に対してですよ。自分なりのマイルールが結構ある人が多いような気がしますね。でその次、プライド。これオタクはね、オタクなりのプライドがあるんですよ。これあくまでオタクって万人的なオタクを言ってるんじゃなくて、リケジョの中で私がオタクとネーミングして分類した人たちのことですよ。プライドは
ないわけじゃないです、もちろん。普通のその陰キャのオタクっていうんですかね、ちょっと表現悪くて申し訳ないんですけど、の方々は、あんまりプライドないようなイメージがあるかとは思うんですけど、理系女の場合は、理系女である時点で多少特別だっていうことは、もう理解してる人が多いので、理系女なりのプライドはもちろんあります。で、ノーマルの人たちは、もちろんノーマル、通常ぐらいのプライドありますね。あったりなかったり、その物事によって。で、高飛車はもう高飛車というネーミングのごとく、プライドはすごくあります。こだわりがあって、そのことについて、例えばその、ね、何か批判されたりすると、結構その自尊心があるので、気分害したりすると思いますね。で、次、コミュ力。コミュ力。これは別にオタクだからコミュ力がないってことは全然なくて、ただ広く付き合うっていうよりは似た者同士で浅く深くっていう人が多いのかなって思いますね。で、ノーマルの方々はもちろんね、それ相応のコミュ力で日々過ごしていると思います。まあ、高飛車もね、別に同じぐらいですよ。コミュ力に関しては、ノーマルの方々と。で、次、女子力。ここで言う女子力っていうのは、例えばその、なんだろうな、家事ができたりとか、おしゃれしたりとか、メイクしたりとか、そういう基本的なことを述べたいと思います。で、オタクの方々は、女子力、例えば家事がよくできたりする人もいて、その気遣いがよくできる人も全然多いので、理系上はそのなんかね、やっぱ男子が周りに多い分、自分が唯一の女子、その集団の中で女子私一人だけっていう環境に置かれることも割とあるので、そういう状況においては自分は女子だ、女子としての役割を果たさなきゃ、飲み会で言うとこうちょっとなんかね、お料理こう分けたりとか、多少しなきゃっていう、実際するかどうかは別として、ちょっとね、そういう考えよぎったりする人が多いです。だから、それなりのコミュ力はありますね。で、ノーマルの方はもちろんそれがより強調されて、こう頭に浮かぶ人が多いと思うので、もちろんしっかりね、女子力というか女子の立場としての役割は果たしてくれると思います。で、高飛車の人は、プライドが高いっていうのは、自信がある、自尊心があるっていうことなので、その自信をつけるだけの努力をちゃんとしてる人が多いので、女子力っていう面では結構頑張ってる人が多いのかなって思いますね。で、あと恋愛に関しては、オタクの人はあんま恋愛してないイメージがもしかしたらあるのかもしれないですけど、やっぱね、理系上の話ですから、これは。男性がね、圧倒的に多い環境にいるのが当たり前なんですよ。ってなると、絶対的にね、狙われます。オタクであるとかないとかそういうこと関係なく、必ず一人には言い寄られることは絶対あると思うんですよね。やっぱこう、女の子一人いて、それに対して男の子が1対8とか1対5とかいう比率になってくると、やっぱね、こう気が合う人たちも出てくるし、男子も女子少ない中で仲良くするので仲良くなりやすいのかな。だからその理系上においてどういう女の子だから、そのオタクだからとか、女子力ないからとか、そういうことが理由であんまり恋愛できない、恋愛にならないっていうことはないかな。よっぽどその女の子自身が恋愛したくないとか、その恥ずかしいとかトラウマがあるとか、そういうことじゃない限りはもうなんか自然とそういうことに気づいたらなってるみたいなことが普通にありえると思います。だから全然なんか逆ハーレムみたいな感じって思いますけどね、客観的に見ると。
で、ノーマルの人たちはね、恋愛めっちゃします。オタクの理系女でさえ、女子力とかおしゃれとかメイクとか興味ない子たちでも恋愛に発展するぐらいだから、ノーマルの普通の女の子って言ったらもう貴重ですよ。普通に可愛いような可愛いって言ったらあれだな、語弊があるけど、普通におしゃれもするし、プライド高くないし、普通の女の子だから、それにね、男子がうわーってきたら、もちろんそれは狙われますよ。で、高飛車の子たちはね、恋愛はやっぱ性格がね、はっきりしてるからね、その高飛車の子たち自身が。好き嫌いに分かれるから、恋愛するときはするし、別にしなくても一匹狼タイプなので、あったりなかったりって感じかな。で、男遊び。これはちょっと恋愛と違って、どんだけ男の子と仲良くしてたりだとか、遊んでるかっていうところですね。オタクの人たちはね、根が優しいっていうか純粋無垢なね、気持ちの子たちが多いので、遊ぼうみたいな。男で遊んでやろうみたいな気持ち、ある人は少ないと思うので、これ×にしました。で、ノーマルの子たちは、これもあんまりないですね。でも自然と男が言い寄ってきて、気づいたら男遊びめっちゃしてるみたいな感じになっちゃってるっていうことがありえますけど、普通にしてたらそんなにはないかな。男遊びっていうよりは、ちゃんと恋愛して、彼氏作って、彼氏と仲良くしてるっていう感じかな。影でいっぱいモテてますけどね。で、高飛車の子たちは、これは男遊びするかな。普通の人よりは。やっぱ自分の自尊心を保っていたいっていうか、ある程度女として認められたい、特別でありたいっていう気持ちがあるから、それを保つためにも男から求められてるっていうのを感じるために遊んじゃってる子はいるんじゃないかなって思いますね。はい。はい、どうでしたでしょうか。今回はいつも以上に私の独断と偏見満載だったので、すごい反対意見がもう聞こえてくるようでちょっと不安なんですけど、この分類自体は私が学生の頃を振り返ってしましたので、今の大学生の子たちだったりとか、これから大学生になるような子たちの世代だとちょっと分類の仕方が違ったりするのかなって思いますけど、今社会人20代ぐらいの私と同じような世代の方々は共感していただけたり、すごい批判があったりするのかなって思います。少しでも参考になったかな。そういう人もいるんだぐらいに聞いてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。バイバーイ。